回作るのはこちらのポーチです。これはかぎ針編みではなくアフガン編みで編んだものです。アフガン編みのノット編み、ノットステッチという編み方で、こんな風に横に糸が渡っているような感じの編み地になりますね。とても簡単に編めますので、アフガン編み初めての方でもできると思います。ぜひやってみてください。アフガン編みに馴染みがない方もいらっしゃるかと思うので、少し説明しますね。アフガン編み、チュニジアンクロッシェとも言います。このような棒針の先がフック、鍵になっている。こういう針を使いますね。これは竹製のものです。こういった金属製のものもあります。それからこういった付け替え式の針もあります。こちらはブランケットとかショールとか幅の広い大きなものを編むときには付け替え式のものが便利かなと思います。かぎ針で代用できるものもあります。幅の狭いものですね。要はこの軸の部分に、どれだけ目がかかるかというところですので、幅の狭いものでしたらかぎ針でも編めます。あとはブロックアフガンっていう編み方、よくブランケットなんか編まれてるかと思うんですけれど、それでもかぎ針で編むことはできますね。で、アフガン編み試しにやってみたいなという方におすすめは、こちらの金属製の針のセットです。これね、10本セットで1300円ぐらいでした。編み心地はどうかなと思って心配しながら買ってみたんですが、実際に編んでみると針滑りも良くて編みやすかったです。値段も安くセットで揃えられるのでね、やってみたいなという方が最初に買うにはいいかなと思います。材料です。こちらはインナーポーチと言われるものですね。すでにファスナーがついたポーチの形ができています。ポーチの内袋として使える状態になっているものです。こういうものを使うとファスナー付けが苦手な方もファスナーポーチ簡単に作れます。このインナーポーチはサイズが 13.5×18.5 になっています。これに合わせて作っていきます。糸はお好きな糸を用意してください。これはこの前ベストを編んだ糸の残りで作りました。こちらも家にあった糸ですね。全部コットン糸です。動画ではこちらの糸を使っていこうと思います。ベーシックコットンですね。ハンドメイドのタグはつけるとポーチのアクセントになります。編み地とインナーポーチをつけるとき、糸で縫い付けてもいいですし、両面テープやボンドで貼り付けてもいいです。あとはこういった道具です。必要に応じて用意してください。針の太さの選び方です。まずはラベルを見てください。棒針やかぎ針はね、目安のサイズが書いてあるんですけれども、アフガン針の場合はこの棒針の号数にプラス2号大きいサイズで編むといいとされています。こちらの針はミリ表示なので、号数とミリの換算表なんかをね、ネットで検索してもらうといろいろ出てくると思うので、それで見ていただくといいんですが、8号で編むとすると、8号の場合は 4.5 ミリなんですね。ですから今回は 4.5 ミリの針で編んでいきます。ではまず最初に鎖編みで作り目をします。偶数目になるように作ります。このポーチの横幅よりも少し長いぐらいで偶数目で鎖編みを作ります。少し長めに作り目をしました。では1段目を編んでいきます。アフガン編みの場合は、行きと戻り、両方合わせて1段とカウントします。まずは行きですね。裏山を拾っていきますね。裏山に針を入れて、糸を引き出します。裏山に針を入れて、糸を引き出します。裏山に針を入れて糸を引き出します。これを繰り返していきます。
この時にこの目がきつくならないように少しゆったりと拾っていくといいと思います。1段目の息が編めました。では戻りをやっていきます。まずは針に糸をかけて最初は1目だけ引き抜きます。針に糸をかけて次は2目引き抜きます。針に糸をかけて2目引き抜きます。針に糸をかけて2目引き抜きます。この後は2目ずつ引き抜いていきます。戻りが編めて1段目が完成しました。これが基礎の土台の部分となります。2段目からノット編みが入ってきます。では2段目の息きをやってみます。まずはこの縦目を飛ばしてこの縦目からスタートします。縦目に針を通して糸を引き出します。この動きはアフガン編みの一番基本の動きになります。表編み、英語ではシンプルステッチです。次です。次はこの縦目と縦目の間の隙間。この隙間に針を入れて、向こう側まで針を出して糸を引き出します。一旦目を増やしました。次はこの縦目ですね。糸を引き出します。表編みをしました。一番端の目を除いて、針にかかっている3目の右側の目を左側の2目にかぶせます。これがノット編みと言われるやり方です。もう一度やってみます。縦目に表編みをします。縦目と縦目の間の隙間。ここに針を入れて糸を引き出して目を増やします。次の縦目に表編みです。3目の右側の目を左側の2目にかぶせます。もう一度やってみます。表編み、目を増やします。表編み、3目の右側の目を左2目にかぶせます。表編み、目を増やします。表編み、左側の2目を引き抜くような形でかぶせてもいいです。やりやすい方でやってみてください。ではこれを繰り返していきます。2段目の編み終わりになります。縦目はもう全部編んでしまって最後ですね。こちら側のここです。こう向けると手前の糸と後ろ側の糸、このように針を入れて糸を引き出します。2段目の息が編めました。では2段目の戻りをやってみます。糸をかけて最初だけ1目引き抜いて、糸をかけて次からは2目ずつ引き抜いていきます。では最後まで編んでしまいます。戻りを編んで2段目が完成しました。次は3段目の息をやっていきます。下の段とはずれた位置でノット編みする形になりますね。まずは最初の縦目、この目は飛ばしてこの縦目に表編みです。次の縦目に表編みです。このスペースから糸を引き出して目を増やします。表編みです。最初の2目を除いてこの3目でノット編みをします。次の縦目に表編みです。スペースで目を増やします。次の縦目に表編みです。ノット編みをします。今
度は指でつまんでやってみました。やりやすい方でやりましょう。続けて進めていきます。3段目、行きの編み終わりのところになります。ここに一つ縦目が残っているので、表編みをします。そして最後は先ほどと同じように、この手前のループと後ろのループ、両方に針を入れて糸を引き出します。これで3段目の行きが編めました。では続いて戻りをやってみます。最初だけ1目引き抜きますね。その後は2目ずつ引き抜いていきます。戻りを編んで3段目が完成しました。では4段目の行きをやっていきます。この目は飛ばして次の縦目から表編みをします。このスペースのところから糸を引き出して目を増やします。次の縦目に表編みです。右側のループをかぶせてノットステッチにします。ではこの後は繰り返し編み進めてポーチのサイズに合うようになるまで編み進めていきます。ポーチのサイズになるまで編んできました。では最後は引き抜き止めをしていきます。この目は飛ばしてこの目からですね、この縦目に針を入れて、針に2つループがかかっています。これを一緒に引き抜いてしまいます。次の目も同じように引き抜きます。次はこの目ですね。次はこの目。ではこれを繰り返し最後まで編んでしまいます。ここまで来たら最後は針を入れて引き抜いて終わります。では糸始末しておきます。糸始末ですね。裏側に表に目立たないようにして絡めておきます。同じものを2枚編みます。ではこれを中表にして3辺を巻きかがりしていきます。ではまず糸を絡めます。では角から順番に巻きかがりしていきます。3辺巻きかがりできました。ではこれを表に返しますね。タグをつける場合はこのタイミングでつけていきます。これは縫い付けタイプのタグですね。縫い付けました。ではインナーポーチを合わせます。口の部分を縫い付けます。縫い付けるのが面倒な方は最初に紹介したようにこういったもので貼り付けてもいいと思います。ただ縫い付けた方が丈夫ではあるかなと思います。クリップで仮留めしたらまた裏返して表に糸が出ないように縫い付けていきます。
一周縫い付けることができました。これで完成です。